こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんのアクリル毛糸でこちらのミニショルダーを編んでいきます。アクリル毛糸は色が豊富なので好きな色だけを使って自分だけのオリジナルのバッグを編むことができます。カラフルな色合いは気分が明るくなります。使用する毛糸はこちらです。バッグで使う色は2玉ご用意ください。その他の部分は使いたい色をご用意ください。使用する材料はダイソーさんの4枚入りの底板を1枚、ボタンはお好きなものをご用意ください。T カンを2個、ショルダーはお好きなものをご用意ください。使用するかぎ針はこちらです。モチーフとバッグの底部分は6号のかぎ針を使用しています。バッグは8号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初にモチーフを編んでいきます。1段目の編み図がこちらです。輪を作って鎖1つで立ち上げ、細編みを始め編んでいきます。輪を作って糸を引き抜きます。鎖1つで立ち上げ、輪の中に細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、7つ目、8つ目。細編みが8目編めたら糸を引っ張って輪にします。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。長編み2目の玉編みを8回編んでいきます。青い数字は間に編む鎖の数になります。1段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。最初の玉編みは鎖1回2回で立ち上げ、同じところに針を入れて長編みを1回編みます。これで1つ目の玉編みができました。鎖を1回2回編んで、2つ目に長編みの2目の玉編みを編んでいきます。この状態のものをもう1個作ります。最後に一度に糸を引き抜きます。これが2つ目の玉編みです。鎖を4回編みます。3つ目にも2目の玉編みを編んでいきます。未完成の長編みを1つ2つ作って糸を一度に引き抜きます。これが3つ目の玉編みです。鎖を2回編んで4つ目の玉編みを編みます。
4つ目の玉編みが編めたら鎖を4回編みます。5つ目の玉編みを編みます。鎖を2目編みます。6個目の玉編みを編みます。鎖を4つ編みます。7つ目の玉編み、鎖を2つ編みます。8個目の玉編みを編みます。玉編みが全部で8個できたのを確認して鎖を4つ編みます。1つ目のこの部分に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目が完成です。この糸は使わないので長めに残してカットしておきます。3段目の編み図がこちらです。三角は長編みを3目ずつ編みます。数字は鎖の数になります。編み始めはどこからでも大丈夫ですが、今回は角から編んでいきます。糸を引き抜いて鎖1、2、3で立ち上げます。同じところに長編みを1回、2回編んで1つ目の長編み3目が編めました。次はこの部分に長編みを3目編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目。これで2つ目の長編み3目が編めました。次はこの部分に長編み3目を編んでいきます。3つ目の長編み3目が編めたら鎖を1、2、3編みます。次はこの3箇所に長編み3目を編んでいきます。
長編み3目が編めたら、次はこの部分になります。次はこの部分に長編み3目を編んでいきます。角のところは鎖を1、2、3編みます。次はこの3箇所に長編みを3目ずつ編んでいきます。角に来たら鎖を3回編みます。あと3箇所長編みを3目ずつ編んでいきます。最後の長編み3目が編めたら鎖を3つ編みます。1つ目の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで3段目が完成です。4段目も三角のところは長編みを3目ずつ、角の数字の3は鎖を3目ずつ編んでいきます。長編み3目を編む場所はこの部分に針を入れて編んでいきます。編み始めは角のところからにします。糸を引き抜いて、ここから鎖1、2、3で立ち上げます。同じところに長編みをあと2回編みます。1つ、2つ、これが1つ目の長編み3目になります。次はこの部分に長編みを3目編んでいきます。1つ、2つ、3つ、次はこの場所に長編みを3目編んでいきます。1つ、2つ、3つ、次はこの場所に長編みを3目編んでいきます。
角に来たら鎖を1、2、3編みます。ここから長編み3目を4箇所編んでいきます。次はこの場所に長編みを3目編んでいきます。次はこの場所に長編みを3目編みます。次はこの場所に長編みを3目編みます。直線部分に長編み3目が4個編めたら、角は鎖を3回編みます。ここから直線部分の1、2、3、4箇所に長編み3目ずつ編んでいきます。長編み3目が4箇所編めたら、角は鎖を1、2、3回編みます。ここから直線部分の4箇所に長編みを3目ずつ編んでいきます。最後の長編み3目が編めたら、角のところは鎖を1、2、3回編んで、最初の鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が完成です。5段目は中長編みで1周編んでいきます。編み始める場所は角ならどこでも大丈夫です。糸を引き抜いて、ここから鎖1、2で立ち上げます。同じところに中長編みを2つ編みます。1つ目、2つ目、ここから直線部分は中長編みを12目編んでいきます。ここが1つ目の中長編みです。1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10、11、12。直線部分の中長編みが12目編めたら、角のところは中長編みを5回編みます。1、2、3、4、5。ここから直線部分は中長編みを12目編んでいきます。直線部分の中長編みが12目編めたら、角の穴のところは中長編みを5回編みます。ここから直線部分は細編みを12目編んでいきます。直線部分の中長編みが12目編めたら、角のところは中長編みを5回編みます。角が編めたら、直線部分の中長編み12目を編んでいきます。直線の中長編み12目が編めたら、最後に角のところに中長編みを1回2回編んで、最初の鎖で立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。編み終わりの糸は縫い付ける時に使うので、長めに糸を残してカットします。糸を引き抜きます。これでモチーフ部分が完成になります。編み始めの糸は糸処理しておきます。ここからはバッグを編んでいきます。1段目の編み図がこちらです。底板に細編みを1周編んでいきます。
糸は2本取りで編んでいきます。底部分は6号のかぎ針で編んでいきます。編み始めはこの穴からになります。糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じ穴に針を入れて細編みを1回編みます。直線部分の7つの穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。これが2つ目の細編みです。3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、7つ目。ここからは増し目、細編み、増し目、細編みを繰り返して編んでいきます。1つ目の穴は増し目を1回、同じ穴に細編みをもう1回編みます。これが1つ目の増し目になります。次の穴は細編みを1回、次の穴は増し目、次の穴は細編み、次の穴は増し目、次の穴は細編み、次の穴は増し目になります。ここから直線部分の7つの穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。直線の7つの細編みが編めたら、ここからは増し目、細編み、増し目、細編みを繰り返して編んでいきます。1つ目が増し目、次の穴が細編み、増し目、細編み、増し目、
細編み、最後の穴が増し目になります。これで1段目が完成です。2段目からはかぎ針を8号に変えて細編みを36目編んでいきます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。これが1つ目の細編みです。2つ目、3つ目、4つ目、5つ目。この繰り返しで細編みを全部で36目編んでいきます。細編み36目を1周編んできました。これで2段目が完成です。3段目からも鎖の立ち上げなしで続けて細編み36目を編んでいきます。この繰り返しで1段細編み36目をモチーフが縫い付けられる高さまで編んでいきます。細編みの段を約13センチぐらいの高さまで編んできました。2段くらい開けてモチーフが縫い付けられる高さになったら、この状態で先にバッグにモチーフを縫い付けていきます。こんな感じで往復してしっかり縫い付けていきます。もし待ち針がある場合はこんな感じで留めてから縫う方が綺麗に縫い付けられます。縫い方は特に決まりはありませんが、一目ずつ針を通してしっかり縫い付けるようにしていきます。縫い付けるのも思ったより時間がかかるので、テレビでも見ながらのんびり進めてください。この繰り返しで反対側まで縫い付け終わったら、できればもう一度戻ってしっかり縫い付けておきます。縫い付け終わるとこんな感じです。あまり綺麗に縫えませんでしたが、手作り感が増したということでよしとします。縫い終わったら糸は長めに通して糸処理をしておきます。バッグの裏の縫い目が気になる方は内袋などをつけてください。ここからは引き続き細編み36目を好きな高さまで編んでいきます。
この繰り返しで好きな高さまで編んでいきます。動画では24段編んで高さが約 16.5 センチまで編んできました。次の段は D カンを編み込んでいきます。最初に D カンをつける位置ですが、サイドに来る3目のところに D カンを編み込んでいきます。3目のところに印をつけておきます。ここから反対側の D カンまでは15目開けたところになります。反対側も D カンと D カンの間が15目開いていれば大丈夫です。この位置に D カンを編み込んでいきます。編み込むのが難しく感じる方はバッグが完成してからこんな感じで後で縫い付けても大丈夫です。それでは編んでいきます。1つ目の D カンの印のところまで細編みを編んでいきます。印のところまで細編みが編めました。ここの3目に D カンを編んでいきます。D カンを置いて細編みを3目編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目。これで1つ目の D カンが編めました。ここから次の印のところまでは細編みを15目編んでいきます。2つ目の印のところまで細編みを編んできました。ここの3目に D カンを編み込んでいきます。細編みを1回、2回、3回編みます。これで D カンを編む段が完成です。最後に毛糸の色を変えて細編みとボタンホルダーを編んでいきます。ボタンホルダーは D カンから斜めずつ数えた真ん中のところに編んでいきます。D カンを編んだ段の最後の細編みをこの状態に戻してここから新しい糸を引き抜きます。ここからボタンホルダーのところまで細編みを編んでいきます。1つ目の D カンのところから細編みが7目編めました。8個目の細編みを編んでここから鎖を20目編んでいきます。
鎖が20目編めたら、1つ目の鎖の裏山、この部分に針を入れて糸を引き抜きます。これでボタンホルダーが完成です。ここからは編み終わりのところまで細編みを編んでいきます。これが最後です。頑張っていきましょう。細編みが1周編めたら、1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。糸は長めに残してカットします。編み終わりの糸を処理します。糸処理している糸がボタンホルダーのところに来たら、何度か針を通して縫い付けておくとしっかりと仕上がります。また D カンのところも糸処理の糸でこんな感じに何度か針を通しておくと伸びづらくしっかりとした仕上がりになるので、もしよかったら参考にしてください。最後に好きなボタンを選んでつけていきます。ボタンの大きさにもよりますが、動画ではだいたいこの位置に縫い付けています。ボタンを縫い付け終わったら完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。モチーフのポケットのところにはちょっとした小物が入れられます。バッグには小さいお財布とスマホが入るくらいの大きさです。アクリル毛糸は色が豊富でカラフルな色合いがとても可愛いので、ぜひ個性を出して自分のお気に入りのバッグに編んでいただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。さらに編み物について詳しく知りたい方、わからない時に質問したい方はメンバーシップにご登録いただくと安心です。いつもいいねボタンやコメントをいただきありがとうございます。動画の感想やリクエストなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったら